やらなきゃと思っているのに動けない、そんな経験はありませんか？この本はやる気が出ない理由を脳の仕組みから優しく教えてくれます。大切なのは気分を待たずに小さく動くこと。一歩動くと脳が反応し、次の行動が生まれます。頑張らなくていい、考え方を少し変えるだけ、行動が自然に軽くなる、そんなヒントが詰まった一冊です。この本を読むとあなたの行動の速さが大きく変わります。今回ご紹介するのは超すぐやる脳の作り方。著者は脳科学者の茂木健一郎さんです。ジャンルは脳科学を元にした自己啓発の本です。やらなきゃそう思っているのになかなか動けない、そんな経験は誰にでもあります。この本はなぜ人はすぐ動けないのか、その理由を脳の仕組みから優しく教えてくれます。頑張り方ではなく脳の使い方を変えること、それだけで行動は自然に速くなる。この本は今日からできる小さなヒントも教えてくれます。この動画では本の大切なポイントを3つに分けて紹介します。本書の概要。この本のテーマはすぐ行動できるのを作ることです。目的はやる気に頼らず動けるようになること。本書は脳の仕組みを優しく説明しながら行動が遅くなる理由を一つずつ解き明かします。人の脳は変化を嫌い、今のままを守ろうとします。そのため新しいことや面倒なことを後回しにします。この本ではそれは性格ではなく脳の自然な反応だと説明しています。だからこそ自分を責めずに脳の使い方を少し変えることが大切だと伝えます。内容は専門的な話だけでなく日常の例が多く使われています。朝起きた時や仕事を始める前など場面が思い浮かびます。難しい言葉は噛み砕いて説明されています。例えば報酬形という言葉は嬉しいと感じる脳の仕組みとして紹介されます。この本を読むことですぐ動けない理由がはっきりとわかるようになります。そしてこの本を読むことで行動への苦手意識が少しずつ軽くなっていきます。どうすれば自然に動けるのかが見えてくるようになります。重要な3つのポイント。1つ目のポイントは行動できないのは意志が弱いからではないという考え方です。多くの人は動けない自分をダメだと思いがちです。でもこの本ではそれは脳の働きとしてとても自然なことだと説明されています。人の脳はエネルギーをできるだけ使わないようにできています。そのため新しい行動や先が読めないことを避けようとします。これを脳のブレーキと表現しています。ブレーキがあるのは危険から身を守るためで悪いものではありません。ただ現代の生活ではそのブレーキが強くなりすぎることがあると言います。例えばメールを返す、資料を開く、電話をかける、小さなことでも脳は負担だと感じ後回しにします。本書ではまずこの仕組みを知ることが大切だと伝えます。自分を責める前に脳の反応だと理解すること、それだけで心が少し楽になります。このポイントは行動の第一歩としてとても大切な考え方です。知ることで行動への重さが少し軽くなります。安心して次の一歩を考えられるようになります。重要な3つのポイント。2つ目のポイントは行動を小さくするという考え方です。多くの人は始める前から完璧を目指します。うまくやろうとすると
脳は負担を感じ動くのを止めます。この本では最初の一歩はとても小さくていいと伝えています。例えば資料を全部読むではありません。資料を1ページだけ開く、それで十分です。脳は小さな行動にはあまり抵抗しません。そのため一歩踏み出すと次の動きが生まれやすくなります。本書ではこれを行動のハードルを下げると表現しています。大切なのは結果ではなく動き出すことです。動き出すと脳は続けようとします。少し動くことでやる気は後からついてきます。この考え方を知ることで始めることへの不安が小さくなります。行動は大きくなくていい。そのメッセージが優しく伝わります。毎日の中ですぐ使える大切なヒントです。今日から安心して始められる考え方です。一歩が小さいほど続けやすくなります。重要な3つのポイント。3つ目のポイントは行動の後に気分がついてくるという考え方です。多くの人はやる気が出たら動こうとします。でもこの本では順番が逆だと伝えています。先に動くことで脳が反応し気分が変わります。脳は行動した事実を後から正当化しようとします。その結果、少し楽しい、少しやれそうという感覚が生まれます。本書ではこの流れをとても大切に扱っています。例えば机に向かう、ペンを持つ、画面を開く、それだけでも脳は始まったと判断します。始まったと感じることで続ける準備が整います。この考え方を知っていると気分待ちをしなくなります。動けない時は気分の問題ではなく行動の順番の問題だとわかります。小さく動く、すると気分が動く。この流れが自然に身についていきます。行動を先にする、それが3つ目の大切なポイントです。今日から意識できる考え方です。無理なく続けられるヒントになります。日常で役立ちます。印象的なエピソードや引用。この本で印象に残るのは、行動は特別なことではないという考え方です。本書では人が動けない場面をとても身近な例で描いています。例えば朝の支度や仕事の始まりです。やることは分かっているのに体がなかなか動かない。そんな時、脳は危険ではないか、失敗しないかと確認しています。本書ではこの状態を立ち止まっているだけと表現しています。止まっているのではなく確認しているだけ、その言葉が優しく響きます。また、すぐやる人は特別な才能があるわけではないとも語られます。違いは気分を待たずに先に動くかどうか。行動が気分を作る、その順番を何度も丁寧に伝えています。小さな行動でも脳は達成したと感じます。その積み重ねが自信につながる、そう説明されます。このエピソードから動けない自分を責めなくていいと感じられます。行動は気合ではなく仕組みで生まれる、そのメッセージが静かに心に残ります。読み進めるうちに自分の毎日と重なっていきます。気づけば少し前向きな気持ちになっています。それがこの本の大きな魅力です。優しく背中を押してくれます。読み終えた後も思い出せる言葉です。何度でも立ち返れます。心に残り続けます。長く支えになります。静かに寄り添います。毎日を照らします。力になります。実生活での生かし方。
この本の内容は毎日の生活の中ですぐに活かせます。例えば朝起きた時です。布団から出るのが辛いと感じたら、まず体を少し動かします。足を動かす、上半身を起こす、それだけで脳は始まったと感じます。この本の内容はこんな場面でも役立ちます。仕事を始める前にやる気が出ない時、全部やろうとせずパソコンを開く、ファイルを一つ開いてみる。小さな行動が次の行動を呼びます。人間関係でも同じです。連絡しなきゃと思いながら後回しにしている、そんな時、短い一文だけ送ってみる、それで十分です。この本の内容はこのような場面でも役立ちます。例えば部屋の片付けや勉強の時間です。全部やろうとすると気持ちが重くなります。まずは一箇所だけ片付ける、一問だけ問題を見る。この本の内容は行動を小さくすることで心の負担を減らせると教えてくれます。また家事や勉強でも同じ考え方が使えます。全部終わらせるではなく5分だけやる、そう決めることで脳は安心します。この本の内容は特別な道具や強い意志を必要としません。考え方を少し変えるだけ、その変化が毎日を動かしやすくします。この本の内容は仕事や家庭や人間関係などいろいろな場面で役立ちます。できない自分を責めるのではなく、動きやすい形を作る、それが実生活での大きな生かし方です。この本の内容は今日の生活からすぐに使えます。まとめです。ここまで超すぐやる脳の作り方の内容を見てきました。この本が伝えているのは頑張ることではありません。無理に気合を入れることでも自分を追い込むことでもありません。脳の仕組みを知ること、行動を小さくすること、気分より先に動くこと、この3つがこの本の大切なポイントです。行動できないのはあなたの意志の弱さではありません。脳が安全を守ろうとしているだけ、そう気づけるだけで心は少し軽くなります。この本を通してできない自分を責める必要はないとわかります。そしてどうすれば動きやすくなるのかが優しく示されています。動きやすい形を作れば行動は自然に生まれます。小さな一歩でも脳はちゃんと反応します。その積み重ねが毎日の流れを少しずつ変えていきます。今日何か一つだけ小さく動いてみる、ペンを持つ、画面を開く、一文だけ読んでみる、それだけで十分です。それがこの本から得られる大きな学びです。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。